北陸に移住してから初めての大寒波が来ました。今日の富山県の空はどんよりしていてみぞれが降っています。大雪が降ると予想されていますので、このライトキャブコンマッシュのタイヤを冬タイヤに自分で交換しました。これでバッチリです。ただ心配なのがこのマッシュは肉なんです。家族との冬の旅行行く前に一人で北陸車着旅に行って雪道慣れておきます。電光掲示板では特に通行止めなどそういった情報は記載されていません。問題ないようです。新潟に入ったら天候が荒れているかもしれません。また新潟入ったらパーキングエリアで状況を見ます。今日持ってきた雪装備なんですけど、まずはこのスタックした時用の脱出アイテム、そしてフロントウィンドウ外のカバー、開氷スプレー、そしてスタッドレスタイヤ履いているんですけど一応チェーン、そしてこちらはスコップ、牽引ロープ、ジャンプスターター、雪落とし、山の方に行く可能性ありますので熊スプレーと熊よけの鈴、こちらは使わないことを祈りたいです。いただきます。ごちそうさまでした。いや、この組み合わせ永遠にいけますね。今日の車内の装備なんですけど、リアのベッドに布団持ってきました。で、今日はこのリアの常設ベッドで眠ります。なのでこのリビングスペースはベッド展開なしなんで、車中飯や休憩で利用してそのまま片付けずに寝たりくつろいだりできる一番楽なパターンです。夜の車中飯用に新しいアイテム持ってきました。これ何やと思いますか？Amazon で見つけたんですけど、なんと餃子を作る機械です。電源を挿してここのスイッチを押すとこんな感じで餃子を包んでくれます。今日の夜使うのが楽しみです。餃子を焼く機械はこのミニホットプレートを使います。そしてこの換気システムで車中飯の匂いを軽減します。ここから空気吸ってフィルター通ってダクト設置して、ここに挿して外に空気を送ります。吸気はここです。網戸を通った空気が入ってきます。キャンピングカーの電源は2つです。容量 300Ah のキャンピングカーのリチウムバッテリーです。現在 98%。そしてもう一つ使わないと思うんですけど、このエコフローのパワーシステム、残量 47% あります。容量は 6000Wh です。両方ともリチウムバッテリーです。ただ問題なのが氷点下以下になるとリチウムバッテリーは性能が著しく低下します。車内の温度が下がりすぎたらキャンピングカー専用のエアヒーター搭載してますんで、こちらつけて温度上げてからバッテリー使用します。それでは再出発します。現在富山県で北陸道北上して新潟に行きます。また新潟入ったらお昼ご飯の休憩します。現在富山県の北部に行っているんですけど、この先の高速道路は冬タイヤ規制になっていました。今から山道に入るんですけど緊張感が増します。
いやー、しかし富山県から新潟県へこの県をまたぐだけでこんなにも雪の状況って変わるんですね。とりあえず一旦新潟のパーキングエリアで高速道路の情報を見ます。大雪になったり晴れたりとかなり天候は不安定です。現在注意報警報が全部で1234566個も出ています。大雪強風雷大雨着雪、さすが北陸ですね。パーキングエリアの地面も白くなってきました。これ結構湿っていてみぞれですね。でかなり水分含んでます。なんかもう発泡スチロールのようなそんなまん丸とした雪とみぞれです。走行が困難になるぐらい道路が荒れてきたらパーキングエリアでゆっくり休憩します。とりあえずマッシュでお昼ご飯いただきます。FF ヒーターで車内を温めます。今日のお昼ご飯なんですけどラーメンパンいただきます。ウソンという組み合わせなんですけど発見しました。これめちゃくちゃ美味しいです。でカップヌードルのカレーがパンによく合うんですけど汁も出ないんで車中飯もぴったりです。いや美味しそうです。ちょっと見た目はね変わってるんですけど自分は焼きそばパンよりこのカレーラーメンパンの方が好きです。それではいただきます。ごちそうさまでした。2つあったんでお腹もいい感じに膨れました。これラーメンの部分をチキンラーメンや他のラーメンにしても結構合います。あと食パンでも美味しいです。簡単なのでぜひやってみてください。まな板はラップとキッチンペーパー敷いていたんで汚れていません。これですぐ出発できます。はい、じゃあまた合流します。およそ6キロ先、風雪、大雪注意報、波浪警報、強風が発表されています。相変わらず強風や注意報などたくさん発令されています。この先も安全運転でゆっくり進みます。はい、今新潟県の柏崎市過ぎたところなんですけど風がすごい強くて今日かなり揺られます。北陸道をずっと北上しようと思ったんですけど一旦次の長岡市で降りて今日は山の方に行って車着します。また明日北陸道を北上します。いや風やばかったです。北陸の強風は太平洋側と比べ物になりません。長岡インターチェンジ降りてすぐに道の駅ありましたんでここで休憩します。すごい広い道の駅で駐車場はざっと300台以上止められそうです。駐車場には融雪装置も完備されているんで全く雪が積もってません。地元の食材売っているようなんでちょっと買ってきます。で今日の夜の車中飯にします。今現在地が新潟県ですね。でここから本来は北の方に向かう予定だったんですけどこの東側山の方ですね、南東っていうんですかね、ちょっと右下の方に行って山がありますんでそちら側向かいます。で道の駅もたくさんあるみたいなんで下道で探索しながら疲れたらそこで車中泊します。ちょっと暗くなってきました。やっぱり日が落ちるのが早いですね。
お米で有名な魚沼市に入りました。現在町の中心部の商店街のようなところを走行しています。かなりレトロな雰囲気もあっていい感じの街並みです。もうちょっと山の方向えたかったんですけど、もう日暮れちゃったんで、この近くで車中泊スポット探します。到着しました。雪が増えてきましたね。ここの道の駅は駐車場も広いですね。ちょっと線が分からなかったので、後で Google マップの衛星写真で駐車場の線確認しておきます。24時間のトイレがあって、今はもうショップ閉まってますんで、また明日の朝チェックしてみます。すぐ横には夜10時までやっているスーパーマーケットもあります。一旦スーパーで食材見てから駐車場また端の方に止め直します。それではマッシュの車中泊のセッティングしていきます。今回フロントウィンドウを上げずに、このフロントシェード取り付けます。このフロントカバーの横にゴムが出ていますんで、ここをサイドミラーにかけます。そして中に折り込んでこのまま閉めます。で、反対側も閉めます。はい、いけましたね。ちょうどです。これ軽自動車につけてたんですけど、マッシュでも問題ありませんでした。こんな感じでサイドミラーと中に折り込んでいます。あとはもう輪止めだけして中で温まります。それでは車中飯をいただきます。先ほどスーパーで購入した新鮮なエビと、あとキノコ類、これを餃子の皮で包んでキノコとエビの餃子を作ります。さあ、あとはこの餃子を包む機械で餃子を包んでいくだけです。うまくいくでしょうか。餃子の皮をここに置いて、そして周りに水をつけます。そしてあんを中央に乗せてスイッチを押します。お、失敗した。具がはみ出てしまいました。でも包めてますね、綺麗に。もうちょっと具が少ない方がいいですね。はい、じゃあ次は少なめにしてもう一度やってみます。はい、なんとか具を減らしたできました。これでどんどん量産していきます。とりあえず10個作っていました。これで一旦焼いています。このミニホットプレートで焼いていきます。お水ちょこっと入れて蓋して加熱します。このミニホットプレートの消費電力は現在 670W です。では匂い対策でこの換気扇使っていきます。はい、じゃあ窓を網戸にして
換気扇のスイッチを押します。さあこれで餃子の煙がこの換気扇のフィルター吸って、できれいになった空気がこのダクトを通って外に排出されます。で新鮮な空気がこの下から入ってきます。横とか周りには車がいない状態で使用しています。意外と本格的にできました。それでは醤油つけていただきます。まずはプレーンで食べてみます。ごちそうさまでした。エビたくさん入れたのでプリプリ食感で美味しかったです。今日はタンクにお水積んできていますんで洗い物していきます。タンクのお水が冷たかったです。これお湯出たら最高なんですけどね。はい、綺麗になりました。外どうなってるんでしょうか。せっかくなんで少し散歩してみます。それでは開けてみます。お、すごい、かなり積もっています。降りてみます。しんしんと雪がどんどん積もっていってます。雪中車着今季3回目なんですけど一番積もってます。うわーすごい、ミラーがもう雪に覆われています。屋根も結構積もってるんですけど形状がこう斜めになって落ちる感じになってますんでそこまで積もってないですね。フロントのカバーの半分ぐらいもう雪積もってます。これ明日の朝はさらに積もってそうです。そして車体下に FF ヒーターの排気ダクトがあるんですけど下はそこまで積もってないんで今のところ大丈夫そうですね。夜寝るときは消します。雪質は結構重たいです。水分がたくさん含んでいます。一瞬外に出ただけなんですけどめちゃくちゃ寒いです。中に入って温まります。上着は防水だったんですけどこのズボンが防水じゃなかったんで雪で濡れてしまいました。パジャマに着替えます。そしてこの三つ馬のスノーブーツなんですけどこれ YouTube のコメントで教えていただきました。ありがとうございます。初めて使ってみたんですけどすごい良かったです。防水性もいいしでこれ伸びるんで雪が深かったら対応ある程度できます。やっぱりテレビダメですね。これはもう早く寝ろっていうことなんでしょう。明日の朝ごはんの仕込みしておきます。道の駅で新潟魚沼産のコシヒカリお米買ってきました。お米に水吸わして明日炊きます。じゃあお水を吸わしときます。どんな味がするんでしょうか。楽しみです。初めて新潟県来たんですけどスーパーのクオリティめちゃくちゃ高かったです。お刺身も安くて新鮮で近くの港で採れた寒ブリなどがずらっと並んでいました。明日以降の旅も楽しみです。朝はどんな景色なんでしょうか。なんか雪って全部の音を吸収してくれるんで
すごい静かなんですよね。もう今日は熟睡できそうです。それではおやすみなさい。血量で窓がびっしょりです。でもここは二重窓になってるんで、そんなに血はついてないですね。この鉄のところがすごいついてます。いやー、ぐっすり眠れました。顔は寒かったんですけど、この布団のおかげで体はほかほかでした。やっぱりこういった大きい布団も簡単に積み込めるキャブコンってすごいですね。今車内は 7.5 度ですね。寒いんでエアヒーターつけていきますと思ったんですけど、ちょっとドアが開かないですね。雪で重くて、これはやばいかもしれません。開きません。車体下全部埋まってる可能性ありますんで、ちょっと切っときます。どうしようかな。一旦着替えます。ちょっと前から出てみましょうか。この携帯用のスコップとかは持ってきてますんで、入り口確保します。ズボンまた濡れるんでカッパも着ておきます。さあ、開くかな。お、開いた。よかった。うお、ここまで来てるか。ドア開かないわけですね。ちょっと車体の下は空気通り道ありますね。すごいな。はい、じゃあ長靴に履き替えたんで降りてみます。おお、すごいな。埋まっていきます。やっぱすごい閉めてて重たいんでドアが開かなかったんですね。まずはこちらドア確保しましょう。よいしょ。すごいな。掘っても掘っても地面が出てきません。これでエアヒーターは使えますね。おお、すごい。ここまで入ってます。スコップが何センチですかね。これ抜いてるとこですね。こっからここまですごい 50.5 センチです。えぐいな。フロントウィンドウはこのカバーのおかげで全然積もってないですね。よかったです。屋根も前の部分は大丈夫ですね。その上が乗ってて、これどうしましょうか。ソーラーパネルの上にもぎっしり、どうですか、20センチぐらい積もってます。これは出るときに雪落としてできるだけ落とします。まだ降る可能性ありますんで、先にこの前のとこだけ雪抜けときます。おお、重たい。かなり湿ってますね。掘っても掘ってもまだまだ早く地面見ました。これもっと大きいスコップ持ってきてよかったです。しょうがないですね。こうやって頑張ります。これでドアラまで脱出可能になりました。多少雪降ってもいけると思います。近所の方がちょっと頑張れと応援してくれました。ありがとうございます。ここは橋だったんで除雪車が来ない場所だったそうです。新潟の方はあったかいですね。マッシュボディがはみ出てるんですよね。なんでここも抜かしといた方がいいですね。反対側はいけそうですね。いや、いい運動になりました。車内で朝ごはんいただきます。もう暑くて暑くて上着脱いでました。 T シャツ1枚でもいけそうです。靴ね、一応2個持ってきたんですよね。これが三つ馬のスノーブーツで、もう1個は
もう結構長いやつですね。これ持ってきといてよかったです。三つ馬のスノーブーツだったら余裕で雪入ってきました。昨日仕込んだ魚沼産のコシヒカリ、実はもう炊いていました。できてます。わ、すごいいい匂いです。このあったかいご飯に合うよう味噌汁作ります。これいつも家で作ってる、本当にほぼ毎日食べてるんちゃうかっていうぐらい美味しいこの貝出しの味噌汁、こちらと豆腐えのき入れて作っていきます。できるだけ美味しいご飯味わいたいんで、もうおかずはシンプルに目玉焼きだけでいきます。ちょっと傾いてますね。下にティッシュかましてバランス取ります。はい、これで OK ですね。換気しておきます。それではもう早めに半熟気味で開けます。あ、いい感じですね。いけるか。よいしょ。それではもうこのミニホットプレート結構深いんで、鍋がここでそのまま味噌汁作っていきます。さあ、沸騰落ち着いたんで、最後にこの貝だし大さじ1入れます。これがね、ほんと美味しくて何回も食べてるんですけど、毎回うまって夫婦で売ってます。じゃあ念願の現地で食べる新潟のコシヒカリいただきます。ちょっとお玉はないんで、この炊飯器のしゃもじでお味噌汁入れていきます。うわ、もうたまんないですね。目玉焼きは醤油かけて、はい、じゃあこれでいただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。やっぱりほんまのお米は違いますね。また現地でいただいているというプラシーボ効果もあり、テンションが上がりました。味噌汁を作ったこのミニホットプレート、上外れますんで、ここでも丸洗いしておきます。それでは外に出てキャンピングカーに乗っている雪を落としていきます。その前に道の駅もう開いてますんで、ちょっと気になるものありましたんで、そちらで買い物だけしていきます。また雪が降り始めています。うわ、これすごいな。電柱とかにもこんなにも雪が積もってます。でも除雪されてるところはもう雪が溶けてます。これ夜になったら凍ってかなり危険そうです。道の駅の前は綺麗に除雪されてます。融雪装置もありますんで全部溶けていってますね。あ、これ屋根にも融雪装置あるんですね。水が流れていってます。この道の駅周辺の雪山がすごい綺麗です。山に囲われていて、この上の方はもう雪で覆われてて見えないですね。そしてこの電線にもこんなに雪が積もっています。白ロープみたいになってます。この車すごいですね。もう後ろもこんな感じでマフラー埋まってます。フロントもナンバーが完全に隠れています。フロントウィンドウすごくなってます。これ出れるんでしょうか。新潟で一晩車を止めていったらこうなるということですね。さあ、ありました。これです。冷凍食品の自販機なんですけど、
なんと冷凍そばいなりというのが売ってます。4個で600円。いなり寿司のいなりの中にそばが入ってます。これ気になってました。じゃあこのそばいなりと、あとこのおこわ、こちらも買っておきます。お、キンキンに凍ってます。いや楽しみですね。これ電子レンジで後で解凍してお昼にいただきます。じゃあ再出発の準備していきます。シェードを外していきます。中はあったかいので結露で濡れちゃってます。でフロントのカバーはこの輪ゴムを外して、綺麗ですね。これはフロントウィンドウ凍らないんで処理が早いですね。で屋根の雪落としていきます。この雪落としある程度伸びます。届きそうなところだけやってきます。はい、じゃあ反対もこの前の方はちょっと入念に落としておきます。フロントウィンドウに落ちてきたら怖いんで。リアはこれはしご登れますんで登って落としておきます。おお、これは全然見えない。おお、すごい量が積もってます。これ相当重いと思います。これはこんなに、これ屋根の上ですよ。こんなにもあります。よいしょ。落ちないようにしないと怖いですね。こっちが落としていきます。重た、すごい重たいです。よしよしよっしゃ。届くのはこんなとこですかね。はい、こっち側も落としておきます。お、マックス1が見えてきました。そっか、こんだけ降るとマックス1ルーフベント使えないんですね。よっしゃ。はい、屋根はもう半分近くまで落としてたんで前の方に残ってるんですけど、これで行きます。ブレーキした時に前に荷重がかかって雪が落ちてきてフロントウィンドウにかかって前見えなくなる可能性ありますね。これゆっくり行きます。ちょっとまた雪積もってきたんで、この出る時にリアの方が当たる可能性ありますんで、このちょっとあるところも踏んどきます。踏んで固めておきます。はい、これで脱出を試みてみます。エンジンは問題なくかかりました。問題はこれ肉なんですよね。一応冬タイヤを履いてるんですけど、うまく脱出できるでしょうか。うわ、雪さらにすごいな。じゃあドライブ入れてサイドブレーキ引いて、で輪止めを取ったんで行きます。頼む、行け。おお、よかった、動いてくれた。いやー、よかった、無事脱出できました。いやー、これが新潟県魚沼市内の街並みの光景なんですね。すごい雪に覆われていてめっちゃ綺麗です。かなり体が冷えましたね。近くにですね10分ぐらいで天然の温泉あるみたいなんで、そこに行って温まります。山に囲まれていてロケーション抜群の温泉です。駐車場は融雪装置ありますんで、もうこんな感じであんまり雪が積もっていません。それでは入っていきます。いいお湯でした。料金が600円と安めでした。で露天風呂がですね、屋根がなくてもう雪そのまま浴びて入れるという絶景のお風呂でした。それでは先ほど買ったそばのいなりですね、そちらいただきます。冷凍されていたので、実はこのエアヒーター軽くつけていってここに置いて直接温めていました。
だいぶ解凍されてるんですけど、まだ冷たいんで、残りは電子レンジで解凍していきます。常温になりました。開けてみます。これそば入ってんの変な感じですよね。でも美味しそうです。初めて食べます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、そばいなりめちゃくちゃ気に入りました。元から自分そば好きだったんですけど、これは本当にまた食べたいと思える味でした。かなりおすすめです。それでは再出発の準備します。で、今回ですね、この大雪の中、新潟県で初めて車中泊してみて感じたことなんですけど、まず新潟、スーパーのレベルが高いです。本当に新鮮なお刺身が安くて量も多い。もうずっと大阪に40年以上住んでたんですけど、肌感的には半額ぐらいで買えるような感じでした。そして車内のことなんですけど、まずこの車中飯作る餃子の機械、これいまいちでしたね。具が少なすぎて全然入りませんでした。もうこれだったらいっぱい具を入れて手で巻いた方がいいかなと思いました。そしてこのライトキャブコンで氷点下の車中泊だったんですけど、布団がですね1枚だけだったらちょっと不安でした。今日外気温マイナス2度ぐらいまで下がったんですけど、やっぱりこれ以上下がると毛布必要だなと思いました。氷点下ぐらいまでしたら布団1枚で大丈夫です。さあ、そして雪に関してなんですけど、北陸のドカ雪はかなり厄介ということが分かりました。重たいです。ドアにかぶっちゃうと雪が重たいんでドアが開かないんですよね。車中泊する場合なら泊まる前の日の夜に周りの雪抜けてこないと大変なことになります。今回マッシュは座席が高かったんで助手席から出れました。これもう出れなかったら除雪もできないんで、事前に前の日から準備が大切と思いました。で、大きいスコップがいります。今回この携帯できる小さいスコップで除雪したんですけど、かなり重労働でした。このリアのバケッジに大きいスコップ持ってきていたんで、明日からそれを使います。なので北陸で雪の日に車中泊する予定のある方は、大きいスコップと前の日の除雪、この2つ必ずやってください。さあ、それでは次は一旦北陸道にまた戻ってさらに北上していきます。ここから北はもっと雪が多くなります。道路状況を見ながらゆっくり向かいます。富山から出発して現在の走行距離は271キロです。ガソリンも満タンにしておきます。何があるかわからないので、コンビニで保存のできる食材買ってから高速道路入ります。おっと、トンネル開けたらびっくりした。急に車が止まってました。渋滞してますね。ハザード焚いてゆっくり走行します。この関越道も雪で通行止めが多い高速道路です。何年か前にこの関越道で30時間ぐらい立ち往生がありました。今回はこの関越道、北陸道と何もなければいいんですけど、はい、パーキングエリア入ります。結構止まってますね。新潟県の高速道路、北陸道の栄パーキングエリアです。かなり雪降ってますので他の方も休憩されています。パーキングエリアの駐車場内は融雪装置がありますんで、全然雪は積もってません。これすごいですね。マッシュのミラーがガチガチに裏凍ってます。反対側もまとわりついてます。バンクの部分も氷の膜で覆われています。車体下も氷がまとわりついてます。これガソリン入れるところなんですけど、もうガソリンタンクのこういうところにも氷がびっしり張り付いています。びっくりした。いや、すごいですね。どの車も氷がまとわりついてます。今パーキングエリアのベーコン掲示板で高速道路の状況を見たら問題なかったんですけど、視界が悪いのと注意報、大雪、雷、着雪出ています。なのでここのパーキングエリアで雪止むの少し待ちます。
富山県を出発して、でこの北陸道ずっと北上してきました。で現在新潟県の栄パーキングエリアです。で北陸道はこの新潟市内まで続きます。でその後に日本海東北道に変わります。もうせっかくなんで高速道路の一番端まで行ってみます。それではいただきます。ごちそうさまでした。まだ雪降ってますんで、もうしばらく様子見ます。現在バッテリーなんですけど、このエコフルの二重バッテリーパワーシステム 50% ぐらいだったんですけど 79% まで回復しました。これ自分実はこの充電レベルを 80% まで上限にしています。そうした方がリチウムバッテリー長持ちします。なので設定の上限に達してリミッターが効いたんだと思います。このシステムめちゃくちゃいいですよね。全てのリチウムバッテリーに欲しいシステムです。今回トイレはマルチルームにラップも仕込んでますんで、どこでも車中泊できます。あとこの時期夜中寒いんで、ショーでしたらもうこっちのマルチルーム使えます。しばらく休憩して雪止むの待っていたんですけど、もう日が暗くなってきました。でまだ降ってますね。もう行きます。目的地までは距離があります。日が落ちて吹雪も吹いて視界がやばそうだったら、どこかパーキングエリアで車中泊します。高速道路に入る前にコンビニで保存食たくさん揃えましたんで、こちらで調理します。現在外気温は4度、中は FF ヒーターキャンピングカー専用の暖房をつけていたんで20度と快適でした。切っときます。出発前にこのミラー凍っての取っときます。屋根は全然積もってないんで、これで出発します。はい、再出発します。これはちょっとダメですね。走行できないですね。そのうちこれ通行止めになりそうです。しかもですね、このバックミラーモニター、これ寒すぎたらたまに暗くなって見えなくなるんですよね。後ろも見えなくてかなり危険です。もう次のパーキングエリアに避難します。なんとか無事パーキングエリアに到着しました。いやー疲れました。もう北陸道は端まで来て日本海東北道に入りました。まもなく高速道路の終わりです。道路なんですけど結構シャーベット状態でよく滑りました。マッシュはリアがダブルタイヤで FR 後輪駆動になります。で2駆です。普通に走ってるだけでもシャーベット状態なんで、後輪がちょっとドリフトに入る挙動っていうんですかね、そういうのがありまして、もうハンドルを修正してまっすぐ走っていました。視界も悪くて、そういったハンドルも修正してたんで、もう本当に気も冷やしました。少し走行しただけなんですけど、またミラーの裏にはこんな感じで氷がべっとりついてます。ヘッドライトにもこんな感じで雪がまたりついて、視界がかなり見えにくくなってました。この前側バンクの部分やフロントは雪でコーティングされているような感じです。サービスエリアの駐車場はもう一面金世界ですごい綺麗です。駐車場のラインが雪で全く見えないんで、今から Google マップで検索して止めておきます。まずは車中泊のセッティングしていきます。フロントウィンドウなんですけど、昨日はこの外にかけるカバーですね、
こちら使いました。で、今日は中やってみます。で、明日の朝なんですけど、氷点下下がるみたいなんで、一応もうサイドブレーキじゃなくて、このパーキングに入れて輪止めしておきます。この輪止め結構優れもので、こんなにコンパクトなんですけど、パカッて開いて、で、あと中のこの折れ曲がったやつを立てると、これで輪止めになります。はい、外はこれで OK です。一瞬だけなのにもうこんなにも雪がまたついてます。これは明日の朝もかなり積もってそうですね。ようやくなんか落ち着きました。しかしやっぱりあれですね、雪国走ってると四駆のキャブコンが欲しくなりました。リアが滑るような挙動があったんですけど、四駆なら全然違うんでしょうね。それでは車中飯なんですけど、コンビニで全て揃えました。こちら大好きな炭焼き鳥のパックですね。これと麻婆豆腐合わせて焼き鳥麻婆丼にします。ささっといただけるようにご飯はもうレトルトをチンします。そしてこちら野菜ですね。これもコンビニで売ってましたんで、これも一緒に炒めて入れます。 IH 調理器とフライパンで調理していきます。この麻婆豆腐なんですけど、ひき肉入りです。いや、これどんな味するんでしょうか。今回試作してませんので初めて食べます。それではいただきます。ごちそうさまでした。なんか寒かったんですけど、すごい辛くて汗が出てきました。ピリ辛で美味しかったです。今回洗い物はスプーンだけですね。あとは換気扇を取って窓閉めたら完了です。今現在の注意報なんですけど、大雪、風雪、雷、波浪、着雪となんか増えてますね。昨日の車中泊のように朝起きたら雪が積もりすぎてドアが開かない可能性ありますんで、この入り口付近のドアの雪の限度と周りの状況を確認しておきます。あ、少し積もってますね。10センチか15センチぐらいです。はい、大丈夫と思うんですけど、一応スコップで入り口だけ雪のけときます。もうフロントウィンドウ半分ぐらい雪で埋まっちゃいました。マッシュはこの
バンクが結構張り出してるんで、もうこれ以上はフロントウィンドウ雪積もらないと思います。屋根もそんなに積もってないんで大丈夫と思うんですけど、昨日もこのぐらいだったんですね、寝る前は。でも朝起きたらえらいことになってました。明日の朝は早めに起きます。いや、体冷えました。それではパジャマに着替えて歯磨きして寝る準備していきます。明日はいよいよ北陸最北に到達します。どんな景色なんでしょう。行ったことない場所ってワクワクします。それではおやすみなさい。おはようございます。外はまだ薄暗いですね。毛布のおかげですごいあったかかったです。二重にすることによって空気の層ができたり、外の空気が全く入ってこないんで段違いでぬくかったです。布団と毛布を積載できるスペースがあるキャンピングカーならシュラフより断然この組み合わせですね。フェヒータの排気口大丈夫でしょうか。ちょっと確認しておきます。大丈夫そうですね。さっき着替えてきます。さあちょっと外の様子軽く見ていきます。うわ、またすごい量の雪が降り出しました。前はまあまあ積もってるんですけど、少しスペースありましたんで、もうこのまま前に行ったらいけそうですね。少しだけ除雪後でしておきます。うわ、フロントウィンドウがえらいことになってます。バンクからですね落ちた雪がフロントウィンドウにも積もってかなりのかさあります。手のひら1個分ぐらいのかさありますんで15センチはありそうですね。もうミラーもこれ取らないと走行できないですね。何も見えません。こんな少ない面積のところにもこんなに積もってます。もうバンクの上落とした方がいいですね。また押してきて視界が見えなくなる可能性があります。走行する前に屋根の雪もできるだけ下ろしておきます。このサービスエリア駐車場の横の広場がこんな感じで公園になってるんですけど、ここが雪化粧で一面銀世界、めちゃくちゃ綺麗です。この公園の椅子がえらいことになってます。かなり積もってますね。これが元の椅子の位置です。木も完全に凍りついてます。この面積の少ない木の枝にもしっかり雪が積もってますんで、これ一気にダダーって雪が落ちてきそうですね。車内戻って簡単に朝ごはんだけいただいてすぐに出発します。朝ごはんは手軽に火を使わずにさっと食べていきます。このカニカマと卵とツナでサラダ巻き作っていきます。で、キュウリが欲しかったんですけど、キュウリは売ってませんでしたのでなしでいきます。
ご飯はつかずに今回はパンで作ってみます。なのでもうサラダ巻きパンですね。ちょっと巻いて切るのが少し難しかったです。6枚切りの食パンだったんで、もっと薄い8枚切りとかだったらうまく巻けたかもしれません。どんな味なんでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、さっきからね、外がまた降り出していて、今日もすごい積もりそうです。ここ結構海側なんで積雪は少ないと思ったんですけど、さすが新潟ですね。ほんの一瞬なんですけど、すごい積もりました。それでは雪落としていきます。前がすごいですね。もうバンパー真ん中ぐらいまで来てます。これはちょっと後でスコップで抜けます。これすごいですね。もうバンクの真下まで雪が覆って、フロントウィンドウは多分何も見えないと思います。こっちから見るとこんな感じです。このバンクの屋根のやつが落ちてきて、ここに積もってる感じですね。取っていきます。お、かなり気持ちいいですね。簡単に落ちていきます。こんだけ雪がたくさん降るとワイパー逆に上げなくてよかったかもしれないですね。じゃあこちら伸ばしてルーフの横の方も落としておきます。おお、すごいな。今回すごいなこれ。よっしゃ。じゃあ反対側も落としておきます。これ以上はもう落とせないんで、また今日もはしご登って落とします。今日の屋根の上はどんな感じでしょうか。おお、今日もすごいですね。まず手前側から屋根が見えました。こっちも落としていきます。昨日よりはまだ閉めてないですね。これをまた屋根のルーフベント、換気扇見えるまでだいぶかかりそうですね。よいしょよいしょ。あ、少しルーフベント見えてきました。うわ、すごい量やな。よいしょ。はい、一旦これで屋根はよしとしましょう。
どうでしょうか。これでいけそうですね。これ前ももうそのままいっちゃいましょうか。昨日よりは重たくないんで、このマッシュ、肉、リアダブルタイヤ、FR、そしてスタッドレスタイヤ仕様、こちらの雪密走破性を確かめてみます。止まっちゃったらまた雪のけます。綿目も忘れず取っておきます。よいしょ。やっぱあれですね、このフロントシェード中にすると結露がすごいですね。このサイドウィンドウも結露でびっしょりです。とりあえず運転席をタオルで拭いときます。今回吸水タオルではなくて普通のタオルなんで結構水弾いちゃいますね。はい、これで出発してみます。はい、じゃあ高速合流します。うわ、道路がガタガタアイスバーンなってます。これリアがダブルタイヤなんですごい。おお、このわだち怖いですね。ちょっとこれはかなり危ないな。ちょっとゆっくり行きます。おっと、これは止まってるかな。渋滞してます。これはちょっとやばいかもしれないですね。道路が凍っててめちゃくちゃ滑るんですよね。逆にちょっとこの超ノロノロほぼ止まってる状態なんですけど、こっちになってくれてよかったです。料金所来ましたね。まだ高速道路続くようです。今は日本海東北道ですね。はい、料金所抜けたらアイスバーンのわだちがなくなりました。よかったです。いや本当にもう結構神経使いますね。あれはもう本当ちょっとずれたらすぐ滑って横にぶつかりそうになるんで、本日3回目の肝冷やしました。はい、終点に来ました。朝日マホロバインターチェンジです。ここが北陸で高速道路バイパスで来れる一番北になります。すぐ近くに道の駅あるみたいなんで一旦そこに行きます。無事到着しました。もう一目白銀の世界です。近くに山もありますので、ここの道の駅もかなり積もりそうですね。高速道路で来れる最北の地はこんなに雪深いところだったんですね。もうすぐで山間部に入る手前の平野部なんですけど、すごくのどかで適度にお店もあって、今度ゆっくり観光してみたいですね。そしてなんか雪質もだんだん湿った雪からサラサラに変わってきた気がします。高速道路の終点ということで、大型トラックの方もたくさん休まれています。ここが道の駅のショップですね。お土産屋さんもあります。もう通る道がこんな感じで1人分しかありません。膝ぐらいまで雪が積もっています。メインの駐車場はやはりしっかりとした融雪装置があるんで、雪が全然積もってません。ここの融雪装置めちゃくちゃ元気ですね。よく飛んでいます。雪がすごいふわふわで飛び込みたくなるんですけど、この下ちょっと何あるか分かんないんでやめておきます。ここの道の駅は温泉併設ということなんですけど、なんと温泉スタンドがあります。初めて見ました。このホースから温泉が出るんですね。
ということはこれタンク持ってくれば家でも温泉楽しめます。60リッター100円です。ここの温泉はかなり湯量が豊富なんでしょうね。体も冷えて入りたかったんですけど、高速道路結構渋滞で時間がかかってしまったんで、もう先お昼にします。うわ、散乱している。アイスバーンでかなり跳ねたんで散乱しています。お昼ご飯なんですけど、コンビニの食材まだ余ってますんで調理していきます。今回はこのおにぎりでオムおにぎり作ります。さあちょっと偏ってしまったんですけど、うまく巻けるでしょうか。レタス余っていたんで一緒に食べます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いやー、今回コンビニだけの車中飯だったんですけど、車内で調理すると楽しいですね。今から温泉行こうと思ったんですけど、お風呂は夜にします。で、この町のスーパーに行って食材買ってきます。北陸の最北の地の町はどんな光景なんでしょうか。そしてどんな食材がスーパーに並んでるでしょうか。楽しみです。それでは安全運転で再出発します。うわー、すごいな。山に街並み、平野部、すべて雪で覆われていて、綺麗さと北陸のすごさを感じます。ありました。魚六。さっきガソリン入れたんですけど、その時に店員さんが教えてくれたおすすめのスーパーです。いやー、しかし街中なんですけど、お店も結構ありました。この景色やばいですね。もう見てるだけで癒されます。ガソリンスタンドの店員さんに地元で採れるおすすめのお魚も教えていただきました。魚六村上東店です。ここなんか魚が多いみたいです。そういえば初日も魚六寄ったんですけど、魚のレベルが桁違いでした。新鮮なお魚が並んでいます。あ、これですね。店員さんが言ってたやつ、塩引き鮭っていうのが美味しいらしいんですけど、これはちょっとでかいな。しかもこんな感じで吊るされてるんですね。ちょっとこれはハードル高いんで別のにします。新鮮なお魚買ってきましたんで冷蔵庫冷やしておきます。あ、完全に雪止みましたね。せっかくなんで山の方行きます。今はここですね。新潟の北の方です。すぐ近く、ここ山ちょっと入ったところに関川村というのがあります。ここに行ってみます。そこはどんな光景なんでしょうか。楽しみです。出発する前に今回車食旅2日目で感じたことなんですけど、北陸道の高速道路は怖いです。キャンピングカーでの走行はかなり運転技術が必要だなと感じました。
今回2日間の走行距離なんですけど、今日が168キロ、昨日が271キロなんで、合計439キロ。この2日間で高速道路400キロ以上走って、6件ぐらい事故見ました。次は自分かとヒヤヒヤしました。キャンピングカー乗りたての方は走行しない方がいいと思います。高速道路は道路が凍ってるんですよね。そして私にうまくはまらないなどで滑る挙動があり、ハンドル修正だ、反対に切るステーリング操作がいります。もうね、全然下道の方が楽です。山道はまだ走行してないので今から楽しみです。というか一瞬で天候変わってまた降り出しました。雪が大丈夫ですかね。とりあえず行ってみて、やばかったらどこかでもう車着します。走行予定のルート上に大雪警報が発令されています。警報いけるかな。様子見ながら安全運転で行ってきます。一般道は通行止めもなく普通に快適に走行できるんですけど、もう後ろの車のテールランプが見えにくくなってきました。1個前は見えるんですけど、2個前3個前になってくると明かりが見えにくいです。今から山の方向に行きますんで、雪そちら側は止んでくれたらいいんですけど、うわーよかった。山間部に入ったら雪が増しになりました。この両端やっぱ木があるのが大きいんですね。道路がしっかり見えるようになってきました。いやーすごかったですね。ほんと木も冷えました。この北陸旅、木も冷えるの4回目です。日がすっかり落ちて暗くなりました。道の駅関川よりさらに進もうかと思っていたんですけど、今日はもうここで車着します。走行してちょっと放置しただけなんですけど、もうこんなにも雪がまとわりついています。フロントのライトにもびっしりです。すごい雪の量が一気に降ったことが分かります。ここの駐車場、融雪装置ついてます。ここの下に水が流れてますんで、車台下は雪が積もりません。ただここのフロントのとこは積もりますんで、明日の朝ここだけ除雪します。すごい雪の量ですね。もうマシュマロのように雪が積もってます。ラッキーなことにお風呂併設の道の駅なんで、この冷えた体を温めてきます。とりあえず簡易シェードしときます。今日はワイパー立てておきます。ちょっとどこにあるか分かんないですね。わかりました。はい。いやーすごいな。もう一晩車中泊した後みたいな感じになってます。いやー温まりました。お風呂はそんなに広くなかったんですけど、3つぐらいですかね、湯船あったのが。ただ露天風呂が広くて雪を見ながら入れましたんで最高でした。やっぱり雪見ながらお風呂入れるのは雪国ならではの特権ですね。ちょっと今ズボンとかいろいろ干していてお見苦しいんですけど、ちょっと濡れてしまって雪で、FF ヒーターつけたら結構乾燥しますんで、今これで乾かしてます。現在外気温が 2.2 度、車内が19度です。キャンピングカーのバッテリーも走行充電でかなり回復しました。現在 90% でもう全然問題ないですね。電気は使いたい放題です。夏場だったらこのエアコンで電気全然足りないんですけど、
冬場はもう使わないんでいくらでも使えます。たまにこのエアコンの暖房なんで使わないんですかって聞かれることあるんですけど、かなり電力くるんですよね。エアコンは冷房も暖房も。このキャンピングカー専用のエアヒーターなら全然電気使えません。ガソリンを使って温めるんですけど、一晩で1リッターか2リッターぐらいらしいです。なのでエアヒーターはやっぱり冬場神装備ですね。それではお腹も空いたんで車中飯にします。で、今日スーパーでこの新鮮な寒ぶり買いました。これやっぱり北陸は海に面しますんで、新鮮なお魚がスーパーで売ってますね。で、これしゃぶしゃぶ用のブリなんで、今回ちょっと邪道かもしれないんですけど、このどん兵衛で鍋作ってブリしゃぶにします。いよいよブリしゃぶいただきます。わ、すごい綺麗な色です。じゃあもうそのままいただきます。ごちそうさまでした。いや、結局何もポン酢とかもつけずに食べました。このどん兵衛のスープだけで十分美味しかったです。で、せっかくこれ美味しいブリの旨味や野菜の旨味入ってます。旅の途中で購入した新潟魚沼産のコシヒカリ、こちらのお米明日の朝いただきたいんですけど、このどん兵衛鍋のスープでご飯炊いてみます。はい、それではこれで明日の朝スイッチを押します。なんかさっきからすごい風の当たる音がしてます。今外の様子どんな感じなんでしょうか。軽く様子見ます。おー、すごい風が結構強くてほっぺたに突き刺さるような寒さです。屋根の雪は風で今結構飛んでくれましたね。明日の朝はどのぐらい積もってるでしょうか。ここの道の駅は幹線道路沿いで結構明るいんで怖さは全然ないですね。融雪装置があって水が今も流れてますんで、結構ところどころ地面は見えてます。ただこんな感じで雪そのままのところもあります。雪で動けなくなって出れなくなるといったそんな怖さはないのは安心ですね。で、車内入って温まって眠ります。無事でベッドにいる幸せを感じます。旅先などで
大雪警報になった場合はすぐ泊まれる場所を見つけた方がいいですね。天気予報を確認すると明日の朝頃から雪弱まるそうです。警報も解除されそうです。とりあえず朝起きて車の周りや天気の状況を確認します。それではおやすみなさい。おはようございます。一瞬で朝になりました。かなり眠りが深かったようですっきりしています。敷布団に毛布団だったのであったかくて一度も起きませんでした。車内はかなり冷えてますんで FF ヒーターつけて温めます。現在の車内の温度は 5.8 度まで下がっています。服もキンキンに冷えてます。一旦あったかいお茶いただきます。それでは昨日の晩に仕込んだどん兵衛鍋の炊き込みご飯スイッチを押して作っていきます。その間に外の様子見てきます。うわ、すごい量ですね。車のドアの横、ここも凍ってますね。バンクの部分にもつららが出ています。車の前の方、雪ちょっと積もってますんで、これは除雪した方がいいですね。出るときにこんな狭い空間でも少しだけ積もってます。融雪装置のおかげで車体下は全然積もってません。そして今回の北陸旅で雪感じたのが、雪って意外と上からまっすぐ降りないんですね。風によって横からか反対からとか前からとか変わります。その風向きによって車の雪の積もり具合が全然違うことが分かりました。風が当たる反対側の場所だったら全然積もらないんですね。でも風が当たってる方だったらドアが開かないぐらい積もる時がありました。なので風向きも分かる天気予報のアプリなどをスマホに入れとけば次の日の脱出はかなりスムーズにいくと思いました。融雪装置がない場所はかなりやっぱり深いですね。第一駐車場の奥に第二駐車場があります。ここは融雪装置がうまく働いていて全然積もってなくて、どんなに雪が降っても大丈夫そうですね。ここの道の駅は駐車場がすごい広くて24時間使えるトイレの横に第3駐車場、第4駐車場、第5駐車場と続くようです。ただ融雪装置のついてない駐車場はこんな感じでもう全く何にも使えない状態です。わ、そうですね。今回の雪で何センチぐらい積もったんでしょうか。45センチぐらいですね。まるでショートケーキのような断面です。道路を渡ると遊具施設があるんですけど、もうこの通り滑り台が滑れなくなってます。ここの公園はさらに積雪がひどくてすごいですね。これもう足このぐらい、ここまで来てます。足を抜いた後はこんなにも深く穴が開いちゃいました。これ何かと思ったらテーブルと椅子ですね。もうあそこまでは行けません。ただ道の駅周辺や公園の周辺の歩道はしっかり除雪されていて歩くことができます。やっぱりこの辺は豪雪地帯なんでちゃんと交通機能が麻痺しないで使えるようになってます。ちょっと気になるのがこの公園、滑り台はもう雪が埋まっていて滑れないと思うんですけど、ブランコですよね。まだかろうじて埋まってなくてブランブランしています。あれブランコ使えるんじゃないですかね。ちょっと乗って
ってみます。はい、近づいてきました。ここまで来れればこの遊具施設は独り占めですね。この滑り台、だんだん雪が積もってきて最後埋まっちゃってます。このトンネル内は意外とあったかそうですね。滑り台関係は来年の春ぐらいまで使えなさそうですね。うわ、これすごいな。もう何があったかも分かりません。何かが2つあったようです。ではブランコ乗ってみます。スレスレついてません。座れました。これいけそうですね。いきます。せーの。おお、これは気持ちいい。おお、スレスレ当たってません。おお、もうこれ前にジャンプして着地してみます。さあ行きます。せーの。よっ、おじゃ、無事降りれました。一瞬気も冷えましたがめちゃくちゃ楽しかったです。はい、お腹空いたんで車内で朝ごはんいただきます。ご飯はもう炊けてますね。うわ、すごいいい匂いします。うどんがちょっと残ってますね。昨日スーパーで旬のブリの切り身も買ってきました。でこれ焼いていただきます。野菜も余ってますんで野菜も一緒に炒めます。この時期のブリは脂乗っていて本当に美味しそうです。ブリとブリの炊き込みご飯、ブリばっかしなんですけど美味しそうです。ご飯はおこげもありますね。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。炊き込みご飯1合炊いたんですけど全部食べちゃいました。やっぱり魚は旬の時期に食べるのが一番美味しいですね。それでは片付けて車の雪落とししてから出発します。朝ごはんはラップとアルミホイル敷いてたんであんまり汚れありません。でこのお味噌汁入れた茶碗と、あとはこのトングとかですね、この辺だけ洗います。炊飯器もありました。この時期は洗い物がかなり冷たいです。このキャンペーンカー温水が出ないんですよね。温水が出るように DIY したいです。はい、綺麗になりました。
シンクの清水タンクはここにあるんですけど、現在こっち清水タンクですね、3分の1ぐらいまで減りました。残りは節水していきます。この収納棚なんですけど、100均でこういったラックみたいなの買いました。こうすることにより容量がかなり増えました。まずは車のシェード取っていきます。結露びっしょりですね。フロントウィンドウも結露でびっしょりです。このフロントウィンドウの簡易シェード、すごい簡単でいいんですけど、やっぱ結露がついちゃいますね。なんでこの結露を取る作業が必要になってきます。はい、じゃあフロントウィンドウの雪も取っておきます。はい、これで OK ですね。はい、あと前がね結構雪積もってますんで、これのけときます。よし、この辺はもう融雪装置で溶けてますね。結構湿ってますね。あと一晩経って硬くなってます。重さを感じます。これでもうここまではいけます。もうあとは踏んで固めていきましょう。はい、これでもう前出れます。屋根はいけそうですね。それでは道の駅でお土産買ってきます。ショップの前に足湯もあります。富山県に向け北陸道を南下して帰るんですけど、パソコン作業しないといけませんので、少し車で作業してから再出発します。キャンピングカーのバッテリーなんやかんや言って意外と減りましたね。56% まで残量減りました。帰りはまた長距離走りますので、走行充電でかなり回復してくれると思います。現在地はここ北陸の一番北です。でこの富山まで北陸道を使って南下します。でここからですね、その北陸道に入る前に荒川胎内インターチェンジ近くにありまして、日本海東北自動車道、ここを走ってすぐに北陸道につながるんですけど、この日本海東北自動車道、ここで来るとき凸凹ですごい怖かったんで、新潟市内までは下道で行って、そこから北陸道に入ります。今は雪降ってないですね。それでは出発します。いやもう両サイド雪だけですね。絶景です。雪は止んだんですけど、風が結構強くてハンドルが取られます。今から山の方の道行きます。そっちの方が風は少ないと思います。いやーしかし山道も結構凍っていて、わだちも高くなってきました。高速道路もかなり怖いんですけど、山道もカーブがあったりとか、こんな感じで凍ってるんで一長一短ですね。どっちも楽ではないということですね。新潟市内の大型スーパーに到着しました。ここで食材購入し、北陸道に入り、道路状況を見ながら行けるところまで行って、パーキングエリアで車中して富山に帰ります。このスーパーの駐車場の除雪の量半端ないですね。この車えらいことになってます。多分1日放置してたんでしょうね。もうタイヤの半分以上埋まっていって、屋根もフロントウィンドウもすっぽり雪に覆われています。いや、新潟恐るべしです。ちょっといろいろパソコンの作業してたら遅くなって、現在9時です。どこまで行けるでしょうか。再び高速道路入ります。現在雪は少しだけ降っています。で風もねそんなに強くないんで、すごい走りやすいです。
除雪もすごい綺麗にされていて、道路状況は良好です。それでは行けるところまで進んでみます。また急に雪が降ってきて、道路にわだちみたいなのができました。マッシュダブルタイヤなんで、わだちができると滑りやすいんですよね。なので全然距離稼げてないんですけど、もう今日はここで早く寝て、明日早く出発します。今日はフロントウィンドウにこの外のカバーかけておきます。はい、これでセッティング完了しました。車内が現在 13.5 度、少し寒いんで FF ヒーターつけておきます。キャンピングカーのサブバッテリーは走行充電で 73% まで増えました。この調子だとタイヤがつく頃には 100% になっていると思います。おはようございます。気がついたらソファーで寝てました。すぐにこっちのリアのベッドに移動して寝ました。常設ベッドのありがたみを再確認しました。いろいろスーパーで地元の食材購入していたんですけど、また家でいただきます。雪はもう止んでいて、ただ路面の雪がシャーベット状になっていて凍ってます。危険な状態かもしれません。結構寒いんですけど、山の中にあるパーキングエリアで空気は美味しいです。なんかすごい気持ちいい朝です。パーキングエリアにゴミありますんで、ドリンクだけ買っていきます。テーブルがもうこんな感じでキノコみたいになってます。あ、ここシャワーあるんですね。この奥にあるようです。あれ、パーキングエリア出ちゃいました。なんか山ん中です。明らかにこの奥は冬眠してないクマ出ますよね。次回のために場所確認しておきたかったんですが、ちょっと怖いんで戻ります。それではフロントカバー外して出発します。お、綺麗、すごいですね。この何がすごいって、サイドの窓はこのシェードしていました。でフロントは外のカバーです。全然結露してないんですね。はい、運転席側もシェードしてる方は結構びしょに濡れてます。フロントウィンドウは全然濡れてません。いや、フロントカバー思ったより効果すごかったです。これフロント以外にサイドもカバーあれば完璧ですね。ただちょっとここが濡れてるんですよね。もしかして中にカバーの端入れてたんで、そっから結露したかもしれません。反対の助手席側もここ濡れてました。ちょっとこれは原因後で解明します。ドアが濡れてる原因分かりました。ここ見ていくと、ここですね。ドアのこのモールっていうんですかね、それの外側水がね流れてます。こんな感じで触ると出てくるの分かると思うんですけど、これは屋根の雪が溶けて、こうバンク伝って流れてきて、ここの雨戸ですね、これがここに流れてくるやつが流れてくるんですけど、ここにフロントカバーのこの耳を入れてたんで、入れたとこから中に入ってきたようです。このバンクから流れてきてるのが分かります。これは火が上がって温度が高くなった時に雪が溶けますね。その時注意しないといけませんね。また対策考えてみます。それではあと少しですが、安全運転で再出発します。うわ、なんていう絶景でしょうか。めちゃくちゃ気持ちいいです。もうこのまま富山県までノンストップで行きます。無事富山県まで戻ってまいりました。富山県の方が雪すごかったかもしれません。もう
田畑はすべて白く染まっています。あの山の方向ですね。向こうに立山があります。もう雲がかかっていて、一番手前の低い山でも見えません。現在までの走行距離は約700キロ。北陸の雪の旅でしたが、この肉で行けるのか心配だったんですけど、行けないことはないという感じでした。一回スタックは軽くあったんですけど、スリップはギリギリありませんでした。スタックした時はこの前に雪が結構あった時なんで、前の雪を抜ければ肉でも問題なく走行できます。スリップは高速道路の渡地がめちゃくちゃ怖かったです。もうこれ運転していて滑りになって挙動はありましたが、速度を抑えて少しアクセルを踏んであげて、この車 FR リア後輪駆動なんで、一定のトラクションをかけてあげればなんとかいけました。そして下道も安全と思いきや、ホワイトアウトのような吹雪がすごかったです。意外と山の中入っちゃった方が走りやすかったです。一番やばかったのは田畑の道で何も遮るものがない場所ですね。でそういった道また北陸多いんですよね。今回の大雪は今年の夏大雨よく降りました。線状降水帯っていうんですかね、それの雪バージョンのような感じでした。今回北陸道長距離走っていていいなと思った箇所もありました。まずは道がすごい良かったです。全然デコボコしてません。このライトキャブコンマッシュは結構乗り心地悪くて跳ねたりよくします。北海道だけじゃなくて太平洋側の高速道路と比べてもすごい道がいいと思いました。でもう一つはとにかく道が空いています。もう人が全然いません。こういったパーキングエリアも太平洋側の道路と比べると交通量は3分の1ぐらいじゃないでしょうか。次は車中で感じたこと、車内編なんですけど、もう FF ヒーターは神です。北陸に来て今まで以上に感じました。 FF ヒーターがない場合は小型のガスファンヒーターやカセットガスコンロストーブがあるんですけど、 FF ヒーターは燃料がガソリンというのでガスボンベや灯油などの場所を取りません。そしてゴミも出ません。消費電力もいいし燃費もいい、暖かさも半端ないです。エアコンもあるんですけど消費電力が多いので連泊は無理です。でもう一つですね、フロントカバー今回2日間つけたんですけど、中のシェードに比べると断熱性はちょっとわからないんですけど、中の結露にかなり有効でした。そしてフロントウィンドウの外側は雪が積もったり凍結もしません。すぐに再出発することができました。一方ちょっと今回デメリットというか困ったことは、やっぱりこの食器洗うときタンクの水がすごい冷たいんですよね。なのでお湯を出るような工夫はした方がいいかなと思いました。あとは服装も難しいですね。すごい寒いんですけど、雪かきするとき暑くなって汗が出ます。でその汗かくとその後悲惨になります。この辺は雪国の先輩たちの意見を聞きながらまた調整していきます。それでは帰ります。帰ったらこの車体下に塩化カルシウム融雪剤がべっとりついてるはずです。これを落としたいですね。このボディのこういうところもう白くなっています。キャブコンは洗車機がないんですよね。で秘密兵器用意しましたんで、家帰ってからそちら使います。はい、せっかくなんで富山県の豪雪地帯近くにいますんで、宇奈月駅と立山駅様子見に行ってみたいと思います。車中スポットの新たな開拓もしたいんで、そういった場所もあるのか家帰る前にチェックしていきます。行ってみてやばそうだったらやめときます。うわー、ここすごいな。周り絶景です。もうずっと永遠に田畑が続いてます。でこっちが山の方が立山連峰への道ですね。ここまっすぐ行って少し山登ると宇奈月駅があります。やっぱり雪は積もってますね。この先山の方行ったらどうなるんでしょうか。一旦ショップ寄ってから山の方行ってみます。なんかですね、宇奈月ビールっていうのを売っていて、生ビールですかね、いろんな種類があって飲めました。いや今度は嫁に運転してもらってここ来たいですね。わ、すごいですね。雪の量が半端ないです。もうこの除雪された雪の量、自分の身長ぐらいあります。なんか駅前に団地みたいなのがあるんですけど、すぐ横に公園があります。鎌倉作ってますね。結構しっかりとした、これはプロの仕業ですね。いや、どんな生活されてるんでしょうか。気になります。で意外とですね、この融雪装置ありますんで道は走りやすいです。ローソンもあって快適そうですね。はい、
次は立山駅に行ってみます。お、猿いてる。普通に猿がいます。おお、すごい。はい、到着しました。立山駅の駅前なんですけど、人が誰もいません。すごいなんか歴史を感じる駅ですね。雪すごいんですけど、線路は1車線だけっていうんですかね、ここだけ走れます。駅前に旅館がありました。あそこは営業されてるようです。これが駅前の駐車場なんですけど、もう全部埋まってます。で、少しだけ除雪されていて 2,3 台だけ止めれます。で、この奥ですね、また広大なスペース、駐車場あるんですけど、もう入り口入れません。もう膝ぐらいまでの雪が積もってます。地元の方が犬の散歩されてるんですけど、熊鈴つけていました。やっぱり出るんでしょうか、この辺は。いや、すごい光景でした。それでは帰ります。はい、無事に家に戻ってまいりました。高速道路700キロ走りましたので、汚れを落としていきます。いつもはこのケルヒャーの高圧洗浄機使っています。電源さして、そして水道の蛇口をケルヒャーのここに挿します。あとは電源を入れるだけです。これで車体下タイヤ周りの汚れを落としていきます。はい、これでだいたいボディについている塩化カルシウムは落とせました。問題はこの車の下なんですけど、これが新兵器です。この先っぽにケルヒャーを装着して、でこの先、ここから4つ高圧の水が出て塩化カルシウムを洗い落とします。これがケルヒャーの洗浄部分の先っぽになります。こちらを外します。これはアタッチメント別売りでありましたんで取り付けました。はい、じゃあ装着します。これで大丈夫ですね。これが結構先長くて、延長パイプ途中で入れました。なんで車体下も半分ぐらいまで潜ると思います。それでは水出してみます。おー、すごい勢いすごいです。それでは一回車体下洗ってみます。あ、これは楽ですね。体勢もすごい楽で、かなり奥まで入っていきます。結構奥まで行きますね。一番最後まで入れるともう反対側に出るぐらいだったんで、かなりの領域全体をカバーできます。一応このマッシュ中古で買ったんですけど、ボディ下ちょっと錆びていたんで、2年ぐらい前に防水塗装をしました。で、これからはできるだけこまめに洗い流して、これ以上錆を進行しないようにしたいと思います。はい、綺麗になりました。今まで手が届かなくて気になっていた箇所あったんですけど、入念に洗い流すことができました。これから雪道走行した後はできるだけ洗っていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。ありがとう。除雪完了。じゃあいっぱい来た。